こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。先日の動画で2025年の5月25日から2028年の4月の13日までお羊座土星期が続くということをお話ししました。この期間ね、こう行ったり来たりする期間もあるんですけれども、そしてその星読み法には同じくお羊座のに移った海王星の動きと連動してみる必要があるということもお伝えしました。で、今日はこの後12星座別のテーマをお話しするんですけれども、もう一度簡単にこの期間の天体の動きを確認しておきます。海王星は今年の3月の30日に13年ぶりにサインを移動してお羊座へ移動。7月の5日に逆行が始まって10月の22日まではお羊座にいます。その後一旦魚座に戻って12月の10日に巡行に戻ります。そしてそのまま年内は魚座にて、2026年から本格的に海王星お羊座時代へと突入していきます。そして土星です。5月の25日お羊座へ移動し、7月の13日に逆行が始まって、9月の1日に魚座に戻る。11月28日に巡行に戻り、その後年内は魚座にいます。そして2028年4月の13日までお羊座土星期が続くということです。今年は5月から7月、この期間がお羊座で海王星と土星がクラッシュする時期となりますということでした。そして海王星と土星がコンジャンクションするのは36年から37年に一度ですから、かなり珍しいことであって、お羊座でのクラッシュはこれまでなしと言っても過言ではないぐらいということです。どう考えても新しい時代の始まりのスタートのエネルギーを担当するのがこのアスペクトというわけです。で、しかもそこにですね、水亀座の最初にいる冥王星、去年の11月の20日に水亀座に移ったので、それとこの後天王星が双子座に移っていきます。これがどちらも、風のところに位置していくわけですから、これがトラインしている時代を今から迎えるわけですね。そしてこの社会とか世界を根本的に変える力を持つ2大外惑星がトラインしている間、ちょうどそのど真ん中のところに土星と海王星が位置するわけです。つまりそれぞれにセクスタイルを取るということです。これはもう宇宙が改革という目的を持つとしたら、最高のアスペクト、応援のアスペクトということになります。また逆に変化なき安定が目的の人にとってはかなりしんどい時期、厳しいアスペクトとも言えると思います。詳しい海王星とお羊座の、海王星のお羊座と海王星、土星のお羊座については、コンジャンクション期については先日書いておりますので、今日はこの話はここまでとします。他に、動画上げてるので、そちらを見てください。そしてここからは個人のお話です。個人の影響に関して、行ったり来たりするものの、これから2028年8月まで、4月まで、お羊座に土星がいる間ですね、これをどう捉えるかということなんですけれども、本当のことを言うと、個人セッションしてバースチャートのすべての天体の位置を見てみなければ分かりません。気になる方は個人セッションオンラインでできるのでお申し込みいただくといいと思うんですね。なぜならば、同じ太陽星座を持っていても、その位置と落とし穴の位置がつながっている人っていうのも結構いるんです。そうすると全く別のところに輝く天体の方が大切かもしれませんし、また全く別のところに輝く天体が真逆のところにいるなんていう人もいます。特に人生後半に差し掛かってくると、小惑星という力がとても強くなってくるので、しっかりと小惑星のエネルギーも見たいということになります。で、先日お話ししたように、歴史上ではリンカーン、ケネディ、ルーズベルトなど世界を改革したリーダーは、バーシャート自体に海王星と土星のコンジャンクションというのを持っていたりもします。で、それでもこうして公的に皆さんに、YouTube の動画を、出す場合には、やはり皆さんご存知の太陽星座からのアプローチをするしかありませんし、もちろんそこに太陽がある限り、太陽星座からの星読みの予報アドバイスっていうのは必ず有効ではあります。一部かもしれないけれども、有効ではある。ということなので、この約3年間ですね、土星が、お羊座にいる間に各サインに与える改善、改革のための試練の場所をここからお話ししたいと思います。ちなみにですね、この土星は25日からお羊座に入るわけですけれども、これから始まる30年の基盤を築く重要な時期と捉えてください。
お羊座っていうのは単なる一つのサインではなくて、始まりのサインだから、土星お牛座期とか土星双子座期というのとはまた違って、これから30年の試練と成長、どういうテーマなのかっていうことをちゃんと教えてくれている場所ということも言えます。土星は30年かけて私たちに試練を与え、テストを与え、でもそれをこう乗り越えていった人が30年でものすごく成長する。だから人は生まれてからだいたい29歳から30歳でサターンリターン。そこが全部を一周して、すべてのテストを1回やりましたよという大人になるというふうに、先生術では29歳をもって本当の大人とこう見なすというのはそういう意味なんですね。で、お羊座は始まりであり、自分自身を意味して、行動とかアイデンティティのテーマが強調されるというのもありますので、この30年成長したいなら、この最初の3年間を、どのテーマで試練が来て、どういうところから逃げないで成長していくべきなのかということを知っておくと、再構築と成熟へのチャンスにつながるかと思います。では簡単に、もういろいろ言うと分かりにくくなる人もいるので、それぞれのサイン、このテーマは絶対に、チャレンジしてねと、逃げちゃダメよというのを言っていきます。まずお羊座から。自分の人生に100%責任を持つための深い自己成長の時期を象徴しています。この期間は自己認識と行動パターンの見直しが求められます。自分の今までやってきた行動パターン変えるのは本当にしんどいことです。でもこの3年間でできるかどうか、それがこれからの30年にかかってます。衝撃的な行動を控える。計画的なアプローチを心がける。自己成長を促す。この3つのポイントをちょっと意識してみてください。お牛座、深い内面の探求が促されます。潜在意識に埋まっている恐怖や恐れのパターンっていうのを見つめ直していくときです。お羊座の土星っていうのは、お牛座に対して内面の強さを育んで、隠れた課題に立ち向かうように促すような出来事をいっぱい起こします。そこから逃げたら見放されてしまう。過去の重荷を手放して、より健全な心と恐れとの境界線を築く。これを意識してみてください。双子座、友情がテーマです。長期的な目標を見直すという時期でもあります。それが人間関係につながっているから、人間関係と未来設計に焦点を当てて、もう一度計画を立て直すときです。人間関係も立て直すときです。志を同じく人々とだけつながるという感覚に変えていった方がいい。いろんな人に愛されようとしない。自分の価値観に合った信頼のできる有意義なつながりだけをこの3年間で構築すると、それが未来の計画につながっていきます。蟹座、あなたのキャリアと世間的なイメージにテーマが集中します。野心と精神的な豊かさっていうこの間、真逆ですから葛藤が生まれますが、エゴの方にコントロールされないように、エゴをなんか揺すぶることがいっぱいやってくる、野心を揺すぶることがやってくるんですけれども、そちらに行かないように、そういう精神的な成長を促されている3年間だと思うといいと思います。獅子座、精神的な成長と挑戦がテーマです。マインドと感情と潜在意識ですね。このエネルギー、見えないエネルギー、そういう世界の学びを通してのみ成長できるっていう課題と向き合うときです。どうしても獅子座はそうじゃなくて、現実的な物質的なものには時間やお金や学びを注ぐんだけれども、精神の成長とかを無視しているっていう傾向は確かにあるんですね。でもこの3年間でやっぱりその学びをしないと、成長できないよということに気づいていくような3年間です。乙女座、経済や財政や潜在意識に関する見直しが求められます。物質的な執着をどこまで手放せるかが鍵です。物質的な執着を手放さないと物質的なものを豊かさはやってこない。これが実は宇宙の真理なんですね。そこに気づいて、やってくる欲をどこまで手放していけるか、特に見える結果にこだわる欲をどこまで手放せるかという3年間です。天秤座、人生を支えてきた人間関係、信頼関係、
ここにスポットが当たります。ここから先もそれを築き上げていくために、対人関係における自分の課題や責任と向き合うときです。自分がこれまで繰り返してきている人間関係とか信頼関係に対しての問題、課題っていうものをもうそのままにしないで、ここで向き合って3年間で対人関係に関わる成長した自分っていうものを築き上げると素晴らしい土台が出来上がります。さそり座、自己管理と現実的な対応を通して持続可能なライフスタイルへと日常を改革していく時です。現実的な対応、これは自分自身の健康の管理とか日常のスケジュールの管理にも当たります。なんとなくそれをないがしろにしてしまうのではなくて、しっかりと日常のスケジュールが健康になることが、実はすべての成功につながっていくんだということをもう一度思い知っていく3年間なんですね。なのでやってみてください。いて座、子供っぽい無計画な楽しめ方から卒業する。意図を持って創造性を楽しむ大人マインドを育てていくときです。それによって本当に子供のような、楽しみ方、こっちなんだということに気づくことができます。なんとなく子供っぽく無計画で遊んでいれば楽しい人生でしょっていうところを変えて、一回ちゃんと計画をしてみる。そしたらそっちの方が無邪気に楽しめる。こういうマインドを育てていくときということだと思います。ヤギ座、家族や仲間との関係で感情的な課題をクリアしていくときです。感情デトックス、これはもうヤギ座の徹底的な3年間のテーマ。これを図ることで、今までの人間関係、特に仲間とか家族とか、結構近いところで支えてくれた人たちに、本当に心から感謝できるようになること、そういう精神的な成長が促されていきます。これまで支えてくれた人へちゃんと感謝をできるようになるということですね。水亀座、コミュニケーションスキルの見直し、誤解を生むパターンの改善、そのための知識の追求と曖昧な情報の手放しです。情報とかコミュニケーションに関して、今のやり方では誤解をしているし、誤解を生むんですよっていうことに気づいてやり直してみるということが促されています。魚座、日常の生活習慣やスケジュールの立て方の見直しです。それをすることによって効率がすごくアップします。魚座は効率悪い人が実は実際に多くてですね、それを一回ちょっとここでとことん立て直す30年の周期の始まりですから、そうするともっと効率よくいろんなことができるから、自分を高める時間っていうのがポコッとご褒美のように湧いてくるということに気づけるのではないかと思います。ということで、簡単なテーマをシェアしましたが、星読みに興味がある方で、詳しいテキストが欲しいという方は、今回も土星お羊座記については、全8000文字という内容で詳しく12星座別のお羊座土星記の改革の場所、星読み予報テキストというのを、今お話しした内容よりももっと詳しくですね、ノートにてご用意しております。いろんなテキストをノートで用意してありますので、興味ある方はぜひですね、見てみてください。では、最後にセプタグラムの1枚引きです。プシケです。小惑星のカードですね。これはまさに土星にぴったり。プシケっていうのは自分の力で誰にも文句を言わずいっぱいそう、まさにプシケのお話、今度また動画でしますけど、ギロシア神話のいろんな課題を与えられても全部それを自分でこなして、すべてのテストに通ったので、一番自分が欲しかったものを手に入れたことによって人間から、女神、神様になったという逸話を持っている女神なんです。このカードが出ましたから、土星っていうのはやはり試練やテストを与えてきますが、その今の3年間のテーマ、一生懸命取り組めば欲しいものが手に入るよというふうに捉えて頑張ってみてはいかがでしょうか。最後にチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。そして公式 LINE など登録していただきますとお得な情報なども発信しております。それから毎週金曜日の朝にですね、インスタグラムで短い開運ライブをしておりまして、開運の音とか波動をお届けしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは素敵な土星お羊座期を迎えましょう。